皆さん、こんにちは。12月になりましたね。皆さん、どうお過ごしですか？最近寒くなってきたので、私はちょっと風邪をひきました。でも、もう治ったので大丈夫です。皆さんは風邪をひかないように気をつけてください。はい。12月といえば、皆さん何を思い浮かべますか？私はね、クリスマスを思い浮かべます。皆さんの国ではクリスマスはありますか？クリスマスはどうやって過ごしますか？クリスマスっていうと、キリスト教のお祝いだと思います。日本は特にキリスト教ではないので、クリスマスは宗教っていうよりもイベントとして楽しむことが多いです。今回の動画では日本のクリスマスについてご紹介しようと思います。日本でクリスマスっていうと恋人同士のイベントです。皆さんにとってはクリスマスといえば家族と過ごす時間になるのかもしれないですね。でも日本ではクリスマスといえばすごくロマンチックで恋人同士で過ごす時間っていうイメージがあります。恋人同士がクリスマスに何をするかっていうと、だいたいデートに行きます。デートです。デートでは例えばイルミネーションを見に行きます。イルミネーション、キラキラっと街が輝く、ライトアップする、それをイルミネーションって言いますね。あとは素敵なクリスマスディナーを食べに行きます。クリスマスディナーを食べてプレゼントを交換するのも楽しいです。あとは素敵な夜景が見えるホテルに泊まったりとかもします。あるいは日本人らしく、あえて日本っぽく恋人同士で素敵な時間を過ごすためにお部屋に貸し切りの温泉がついている旅館とかに泊まるっていう人もいます。デートだからみんな自由に何したいかなって考えてカップル同士の幸せな時間を過ごします。だからね、恋人がいない人にとっては結構寂しい期間です。恋人がいない人たちはだいたい恋人がいない人同士で集まってパーティーをしたりします。このね、恋人がいない人たちのことをクリぼっちって言います。聞いたことがありますか？これは若者言葉なので、ちょっとスラング、おじいちゃんおばあちゃんとかに言っても伝わらないかもしれない日本語です。クリぼっちっていうのはクリスマスに一人ぼっちでいる人という意味ですね。一人ぼっちってわかりますか？一人っていうのと大体意味は同じですが、一人ぼっちっていうとすごく寂しいイメージになります。例えば、一人は一人で旅行に行きますとか、一人でご飯を食べますとか、そうやって使いますね。一人ぼっちっていうのは、例を挙げると、男の子は森の中で一人ぼっちになってしまいましたとか、お友達が帰って一人ぼっちになってしまいましたとか、こんな感じに使います。あんまり普段大人が使う言葉ではないんですが、例えば子供の絵本とかを読んでいると出てくる単語です。クリスマスに有名な映画ホームアローンっていうのがありますよね。あれ見たことがありますか？あのお話もクリスマスにお家で一人ぼっちになってしまう男の子のお話ですね。このね、一人ぼっちっていう単語は大人はそんなに使わないんですが、ぼっちって略した言葉は
若者はよく使います。意味がね、そもそも一人ぼっちっていう意味だから、あんまりいい感じには使わないんですが、例えば友達から電話かかってきて、今何してるのって聞かれた時に、ぼっちでご飯食べてるよとか、そんな感じで使ったりできます。大丈夫ですか？わかりますか？こんな言葉を皆さんに教えていいものかわからないですが、もし知らない人がいたら、スラングとして頭に入れてみてください。とにかくね、クリスマスになると、クリスマスに一人ぼっちの人、クリぼっちは寂しいんです。だから、クリぼっちで集まってパーティーをするのが楽しいですね。例えば、居酒屋にみんなで集まって、メリークリスマスって言って飲んだりとか、プレゼント交換をしたりして楽しみます。はい。で、日本のクリスマスの食べ物についてもご紹介します。日本でクリスマスに食べるものといったら、ケーキもそうなんですが、もう一つ、チキンです。私たちはフライドチキンを食べます。多分ね、キリスト教の国ではターキー、日本語では七面鳥って言うんですけど、七面鳥を食べることが多いかなって思います。でもね、日本では七面鳥を食べることがほとんどありません。七面鳥って言っても、私は実はあんまりピンとこなくて、日本では見たこともないと思います。私は英語を学ぶためにカナダに留学をしたことがあって、カナダでクリスマスを過ごした時に初めてターキーを食べました。本当にそれぐらい日本人にとってターキー、七面鳥って馴染みがないです。でね、だからこそ日本でじゃあクリスマスに何を食べるかっていうと、ケンタッキーフライドチキンのチキンですね。KFC。皆さんの国にはありますか？ KFC。美味しいですよね。私はね、KFC のビスケットを食べるのがすごく好きです。メープルシロップをかけるやつ。毎回あれとチキンバーガーとかを買って食べます。日本ではクリスマスといえばケンタッキーフライドチキンです。クリスマスのね、時期に KFC の店舗に行くと、KFC を作ったカーネル・サンダースさんの人形がサンタさんの服を着て置いてあることが多いです。もともとお店のカラーのイメージが赤だから、カーネル・サンダースさんとサンタさんの服ってすごい似合いますよね。でね、なんで日本ではフライドチキン KFC なのかなっていうふうに調べてみたんですよ。そしたら、どうやらね、1974年頃からクリスマスはフライドチキンっていうキャンペーンを日本でしていたみたいです。このキャンペーンをした理由としては、いろいろと諸説、話はあるんですが、一番よく言われているのは、日本に来た外国人さんが、日本ではターキーが手に入らないから、代わりにチキンを食べてクリスマスを祝おうってやったからっていう風に言われているみたいです。なるほどねって思いました。だからね、クリスマスの日はケンタッキーフライドチキンすごい混むので皆さん覚悟していってくださいね。はい。ということで、今回の動画では、日本でクリスマスをどうやって祝うかについてご紹介しました。何か新しい発見はありましたか？ぜひね、皆さんがクリスマスどう過ごすのかについてもコメント欄で教えてくれたら嬉しいです。それから、いつもコメントをくださっているフォロワーの皆さん、本当にありがとうございます。皆さんのコメントのおかげで本当に頑張れています。皆さんのコメントがなかったら多分こんなに動画作れてません。いつも本当にありがとうございます。ということで、今日も見てくださってありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。またねー。
チャンネル登録といいねよろしくお願いします。